こんにちは、のうのうです。早速ですが営業1日目が終了です。特に大きなインシデントもありませんでした。確か初期の手持ちのお金が2000でした。入手したお金の総計は、ここの数値とは合ってないようですね。日時の損益とかはどこかで見れないのかな？1日が終了すると新たな目標が設定されるので、早速確認してみましょう。サービスコンプライアンスを最低 90% 達成する。1時から4時まで中断することなく3時間発電する。1日を通してサービスコンプライアンスを最低 81% 達成する。1日を通じて非常用バッテリーを使用しない。最後の2つは簡単に達成できそうでありがたいですね。おや？インボイス？電気代の請求のようですね。請求や銀行からの借り入れはこのアプリで管理できるはず。電気代が10円。ここは資源大国なのでしょうか。少し発電量が足りていませんね。タービンバイパスバルブを閉めて、発電量を上げましょう。やべえ、時間の進みを早めているから、もう0時30分になってしまっているにもかかわらず、調整が終わっていない。電力需要が変化するタイミングで、時を加速させている場合は注意した方が良さそうですね。あと3分で1時になりますが、それまでに SC を 90% 達成できるのでしょうか。はい、ギリギリ達成できませんでした。1時になったので再び電力供給量の調整の時間です。調整はまあこんな感じでいいのではないでしょうか。時よ。加速しろ。炉心温度が240度ぐらいで、結構低めでやらせていただいておりますが、制御棒の温度がイエローゾーンに差し掛かっていますね。248度か。機器の摩耗を考えるとグリーンゾーンでの運用が最良なのですが、どうすればいいんでしょうかね。一次ループの冷却能力を上げてみるとか。一次ループの流速を上げると、当然炉心温度が下がりますね。炉心温度が下がると、当然制御棒の温度は下がりますが、炉心温度と制御棒の温度、どちらもグリーンゾーンで運用することはできないのでしょうか？ちょっといろいろいじってみますか。例えば二次ループの流速を上げると、蒸気発生器の二次ループ冷却剤の量が増えることで、水蒸気発生量が増え、タービンへの圧力が高まり発電量が増加します。一次ループに対する冷却能力も高まるので、計全体としての熱平衡を考えた場合に、制御棒の温度も低下するのではないでしょうか。全体的に計の冷却能力を高めてみましょう。発電量が増加するので、タービンバイパスを開けて調整しましょう。
制御棒の温度は明確に下がりましたね。ただ炉心温度も明確に下がりました。もうこれ、どうしようもねえ気がするんだよな。まあ一旦様子を見ましょうか。複水器関連の数値は問題なし。蒸気発生器は、あれ？一番右のレベルのメーターがヤバそうですね。インジケータース、ザボリュームオブクーラント、インサイドザスチームジェネレーター。蒸気発生器内の冷却水量を示すようです。懸念としては蒸気発生器内の水圧が高まり、破損するリスクがありそうです。このインジケーターが示す水量が、1次ループの冷却水なのか2次ループの冷却水なのかで、対処方法が変わりそうですね。一旦原因切り分けのために、蒸気発生器に対する冷却剤という文章の背景を汲み取った上で、2次ループの水量を単純に下げてみましょう。2次ループの水量を単純に下げる場合、一番最初に思い浮かぶのは排水でしょうか。2次ループ内の冷却剤を少しだけ排出してみましょう。その前に3次なので電力需給バランスを調整します。排水の概念図はこのドレインシステムパネルにあります。このパネルによれば複水器と蒸気発生器がつながる、2次ループの排水は DV03 バルブを開けば良さそうですね。バルブの色が黄色くなったら半開きになっているということです。一旦この状態で蒸気発生器内の水量がどうなったか確認しましょう。下がりましたね。排水バルブは閉めたので、もう一度開いて2次ループの水量を下げてみましょう。あまり水量を下げすぎても今度は内圧が低下してしまいそうですが、内圧が下がりすぎている気がしますね。これはまずいかもしれない。まっついやっぱい、タービンへの水蒸気圧が足りなくなって、回転数が 3060rpm を下回った。まだ4時じゃないのに、サービスコンプライアンスが達成できなくなる。一旦生成した電力と電力網の周波数同期が取れていない懸念があるので、サーキットブレーカーを開いておきましょう。蒸気発生器の水量の問題はどうなったでしょうか。依然として解決していませんね。排水しても恒久的解決とならないのであれば、蒸気発生器内では1次ループから受け取る熱量、つまり発生する水蒸気量と流入する水量のバランスが取れていないことが根本原因っぽいですね。ということは2次ループの流速を下げるか炉心温度を高めれば良さそうです。炉心温度を高めると制御棒が壊れるので2次ループの流速を下げる方向で対応してみましょう。まあ、今は一旦タービン周りの問題解決を優先させます。先ほどタービンバイパスを閉めたのと、低下した2次ループの内圧が徐々に戻りつつあるので、少しずつ回転数を増していますね。これ、サービスコンプライアンス大丈夫なのかな？発電量が高くなりすぎているので、タービンバイパスバルブをもう少し調整しましょうか。
タービンの回転数が良い感じになったので、RPM3060 に合わせましょう。タービンバイパスはもっと開いて良さそうですね。蒸気発生器側の問題も対処しておきましょう。原因も対処法も現時点では予測の域を出ないので、二次ループの流速を下げてどうなるか見てみましょう。徐々に水量が下がりつつありますね。どうやら対処法は正しかったようです。二次ループの流速は高ければ良いというものでもないのですね。一つ学びを得ましたね。これでもろもろの調整が完了したら、ほぼ問題も収束ですね。なんとかなっているのか、なっていないのかわかりませんが、まあよしとしましょう。あ、やばい。サーキットブレーカーを開いている間生産した電力がどこに行ったかというと、すべてレジスターバンクに送られていますねこれ。レジスターバンクの温度が高まっている。これもう少し対処が遅かったらレジスターバンクが焼け焦げてましたよ。危ない危ない。サーキットブレーカーを閉じて発電量調整して、問題を収束させましょう。もう少しで4時になるけど、サーキットブレーカーを開いている間は街への電力供給が行われなかったので、サービスコンプライアンス大丈夫なのか、それだけが心配です。っていうか今回の問題で変圧器が若干摩耗したっぽいですね。8500kW までの出力に対応していたはずなのですが、8495kW が最大出力になってしまっています。機のメンテナンスはタブレットから確認できます。変圧器、ロケーション1、摩耗率 10.11%。メンテナンスは変圧器が動作していない状態にしないとダメっぽいですね。摩耗率が 10% を超えている状態というのは結構やばいです。動画外でのテストゲーム中に、制御棒の摩耗率が 10% を超えて動作不能になり、原子炉のシャットダウンができなくなったことがあります。まずは一旦、4時になります。今回は需要に対して 90% の発電量を達成できなかったので、その分のお金は得られませんね。なぜか1時から4時の3時間連続発電は達成できたみたいですね。23,400円は結構でかい。話は戻りますが 10% 以上の摩耗率はちょっと怖いので、なるべく早くメンテナンスをしようと思います。プランとしては2つあります。プラン A、原子炉をシャットダウンしてフルメンテをかける。プラン B、変圧器をもう1台購入して変圧器1を停止してメンテナンスしつつ、変圧器2を動かして原子炉を動かし続ける。原子炉を動かし続けられるのでプラン B の方がメリットはありますが、現時点で変圧器が購入可能なのかという疑問があります。っていうか最終確認していませんでしたけど、蒸気発生器の水量がまだ完全解決していませんね。もう少し二次ループの流速を下げましょうか。さて、しばらくトラブルもなく13時になりました。メンテナンスの規模感を確認するために、まずはオペアシにメンテナンス用費などの全解析を依頼します。
この解析は結構時間がかかりますので、メンテナンス方針のあれこれを少し考えてみましょう。基本的にはメリデメ次第という感じではありますが、変圧器のバックアップを購入したとしても、メンテナンス可能なのが変圧器だけというのが、費用対効果の面で厳しいですよね。もう少し設備投資に余裕が持てる状況であればまだいいのですが。ちなみに参考までに変圧器の価格ですが、35万円になります。金銭面だけで考えると、別に銀行借り入れで資金調達はできそうではあるものの、デイリーの損益が不透明ゆえに、利払いだけで収益が吹き飛ぶのが怖い。てか、資金調達方法が銀行借り入れしかないのも、銀行破綻リスクが直結してると考えるとやや脆弱か、株とか社債がないということは、弊社は非上場企業なのでしょうか。かつての日本のように、まだ民間にそこまでの力がない社会であれば、国家事業としてインフラの整備を国有企業が担うことはあるでしょう。それとも単純に国家イデオロギーが自由経済に消極的ゆえに、証券市場への自由な参入ができないのでしょうか。メンテナンスレポートが終わったっぽいですね。レポートを確認してみましょう。ほうほう。なるほどなるほど。わかる。すべてが。まあ画面をご覧いただく限り、私が何も理解していないということをご理解いただけたと思います。インテジリティ、完全性、とや、摩耗、が、何らかの保守用費を判断する指標、ということは予測できましたが、具体的な話はさっぱりですね。メンテナンス用費はメンテナンスタスクのアプリの方が、なんとなくわかりやすそうです。結構メンテナンス可能な設備が多いですね。炉心のメンテナンスは原子炉を停止させないとダメそうですね。制御棒のメンテナンスも停止が必要そうですね。その他の機器のメンテナンスも、各機器の電源をオフにしないとダメそうですね。ということはやっぱり、原子炉のシャットダウンはやりましょう。ということで方針を確定させましょう。今日1日緊急バッテリーを使用しないという目標があるので、今日いっぱいは稼働を続けましょうか。あまりシャットダウンと緊急バッテリーは関係ないかもしれませんが、明日の日中に原子炉をシャットダウンして、フルメンテをかけて、というスケジュール感でやっていきましょう。さて、2日目が終わりました。今日は適当な感じでやってみたオペレーションが原因で、変圧器の損傷と発電の一時停止を引き起こしてしまいましたが、本来ならばきちんとした再発防止策を講じ、監督省庁へ報告並びに社会への説明の場として会見を開くべきですが、弊社の現体制では24時間体制で一人で発電する必要があり、会見とかしてる余裕はないのでご了承ください。新たな目標は、まあ日中にシャットダウンするので、あまり気にせずにやっていきますか。ところで今日1日で35万円ぐらい収入がありますね。これは設備投資も現実的になってきましたね。おはようございます。現在朝の4時です。昨日、日中にシャットダウンを行うという計画を立てましたが、実は早朝からやるというドッキリを仕掛けようと思いまして、朝早くからスタンバっている次第です。本日のドッキリのターゲットは、誰だ？設定前向きに話を進めましょう。地方自治体に、原子炉のシャットダウンの承認依頼を飛ばしました。
原子炉スタートアップ時と同様に、しばらくしたら何時から停止していいよって連絡が来ます。朝の4時だというのにこの国の公務員はすごいですね。それとも自動返信か？返信が来ました。6時から停止していいよって言われました。ところで6時から原子炉を停止すればいいのでしょうか？それとも電力供給を止めればいいのでしょうか？地方自治体目線に立って考えてみると、発電所でどんなオペレーションしていようが知ったこっちゃないですよね。ってことは電力供給が6時に止まればいいのかな？私自身がシャットダウンの具体的な手順をしっかり把握しているわけではありませんが、要はスタートアップと逆のことをやればいいんですよね。その仮説をもとに手順を考えると、1、発電所からの送電停止、2、原子炉停止の流れになるかと思います。まあ正解はわかりませんが、今回は6時から1を開始するという整理でやっていこうと思います。さて、そろそろ6時ですね。まずは電力の遮断を。めちゃめちゃ焦りましたが、一体何が起きたというのでしょうか。一旦当初想定していた発電所からの送電停止を行いましょう。まずはサーキットブレーカーを開いて電力グリッドから切断し、次にタービンバイパスを全開にしてタービンを止めます。どうやら予定時刻きっちりに電力グリッドサイドから切断されたようですね。6時になる前に原子炉のオペレーションモードをシャットダウンに変更しておくべきでしたでしょうか。一旦問題なさそうなのでアラームは止めましょう。引き続き原子炉の停止を行います。まずは、制御棒を100にして核分裂反応を抑制しましょう。これで炉心温度が下がっていくはず。このまましばらく時間経過すれば自然と未臨界状態になるのでしょうか。理論上は発生する中性指数が減少していくのでそうなのですが、ちょっと様子見してみましょう。なかなか炉心の温度が下がりませんね。一旦、現在できるメンテナンスから順次開始していきましょうか。まずは電気設備関連を直しましょう。メンテナンス手順はよくわかりませんが、一旦電気設備区画に行きましょう。基本的に機器のメンテナンスは電源をオフにしたり、システムから切り離した状態でなければならないようで、レジスターバンクはコントロールルームにオンオフ切り替えのスイッチがあるのでそっちでいけるのかな。これだとコネクトがオン側か、でもコントロールルーム側でオンにしてるからか、オフにしてもコネクトランプが点灯していますね。バイパスをオンにするとコネクトをオンにしても、強制的に切断された状態になるのかな。レジスターバンクの修理を AO に依頼して、これで30分かけて直してくれるはず。変圧器のオンオフはコントロールルームでは切り替えられないので、このパネルから制御できるはず。これで変圧器も修理可能な状態のはずです。なんか変な音がしてるなぁ。あ、チースお疲れ様です。これからあれっすか？レジ盤の修理っすか？いやほんともう AO さんは、僕たちにできない難しい仕事をいつも引き受けてくれて感謝しかないっす。あれ？ AO さん。今何か聞こえませんでした？ほら、なんか聞こえたって、なんかいるってこの発電所、やばいって。あ、こうやってなんか修理するんすねー。ほえー。
AO さん本当にいつも助けてもらってばかりで恐縮なんですけど、これが終わったら変圧器の方もお願いしたくてですね。よろしくお願いします。どうやらイオンはこっちではなく、あっちのポンプの方から聞こえてきますね。誰かスピリットボックスを持ってうろうろしてきてもらえないかな。おや？セカンダリーループの有速制御が今まで見たことない感じになってる。さすらいのデザイナーが勝手にフォントカラーを変更したのでしょうか。先ほどの C2 ポンプのイオンといい、加圧水型原子炉の二次ループには魔物でも住んでいるのでしょうか。よく見るとデザイン的な差異だけではなく、現在地がオーダーとは異なる値を示すようになってしまいました。どうやらレジスターバンクのメンテが終わったようですね。引き続き変圧器も同じゃーす。おや？二次ループのポンプのドライが黄色く点灯している。あ、そういうことか。炉心温度は現在53度。すべて理解した。取り急ぎ二次ループとクーリングサーキットのポンプを止めてしまいましょう。魔物の正体は私でした。ということは少し対応を含めて考える必要がありそうですので、考えがまとまったら後でまとめて説明しますね。ところで炉心温度はいい感じに下がったので、そろそろ炉心から核燃料を取り出せないでしょうか。なんかマニュアルを読んだ感じ、核燃料を取り出すには炉心温度の条件があったことはなんとなく覚えているんですけど、まだ無理なんですかね。ダメっぽいですね。条件なんだっけな。おや？どうやら原子炉が未臨界状態となったようです。っていうかまだ未臨界になってなかったのか。一旦大したことないアラートを消去して。制御パネルのファクターが0は、核分裂が完全に抑制されていることを示しています。ワンチャン燃料取り出しいけるか？ダメでした。ちょっと燃料取り出し条件は後で正解を確認しておきますか。レジスターバンクと変圧器のメンテナンスが完了したようなので、スイッチを戻しに電気設備区画に舞い戻りました。確か最初こんな状態だったはず。現在 AO さんはタービンの修理に夢中ですね。変圧器のメンテも終わってるはず。変圧器01をコネクトにしておきましょう。タービンのメンテも終わったようですね。すべてのメンテナンスタスク項目は電源をオフにしたりできているので、ここは一気に全部やってもらいましょう。え？何が起きた？AO さんが作業を何もやっていないだと？なんだ？時間が消し飛んだのか？まさかスタンド攻撃か？何が起きたのかよくわかりませんが、一旦時間が消し飛んだ体で話を進めます。メンテナンス可能な全設備のメンテが完了したので、最終確認として AO にメンテナンスアナリシスの実行依頼をしておきましょう。そして今回二次ループ周りで起こった出来事について、ちょっと説明してみましょう。通常、
加圧水型原子炉はこの図の通り、炉心で発生した熱エネルギーが、一次ループ内の冷却水の温度を高めます。加圧された一次ループ内の冷却水は沸騰することなく、蒸気発生器で二次ループと熱交換を行い蒸気を発生させます。発生した蒸気は二次ループ内を通じてタービンを介し、複水器に行ったところで水に戻り二次ループ内を循環していきます。今回、原子炉の状態として、制御棒を用いて炉心の核分裂を完全に抑制した状態にしたところ、炉心の温度が下がりました。結果、蒸気発生器で蒸気が発生しない状態になりました。蒸気が発生しないと複水器から水が作られません。結果、二次ループのポンプが空運転の状態となり、それがイオンの正体であり、フォントカラー改ざん事件の真犯人は私ということになります。さて、シャットダウン時における炉心の冷却について、二次ループ以降は頼れないのでしょうか。蒸気が発生する温度までは問題ありませんが、こちとら大気圧と言い切れる環境じゃないんで、一概に100度とは言い切れないんで、一つの案としては、一次ループの給排水により冷却を行えないでしょうか。放射線にさらされた一次ループの水を排水することで、環境保護団体から色々言われそうではありますが、これ以外の手段は私には思い浮かびません。また次回シャットダウンを行う際にやってみようじゃありませんか。弊社ではチャレンジ精神を重んじております。社員のチャレンジは積極的に後押しをしていきたいと考えております。メンテナンスアナリシスが終了して、メンテナンスリポートができたようです。どれどれ。動いてないタービンが摩耗率 12% ってどないやねん。ホコリがついてるので、メンテナンスやり直しです。あとはもう時間の問題っぽいので、すでに地方自治体に発電開始の承認依頼を飛ばしておきました。タービンの修理であるならば、原子炉のスタートアップ後半で動くやつなので、問題ないだろうと判断しましたが、その良し悪しは一概には言えないから、良い子のみんなは必ず上長へ確認してから先に進むようにしましょう。実はこっそり加圧もスタートさせています。もうこっちは早く発電がしたくてたまんねえんだよ。14時からゴーサインが出ました。頑張って間に合わせようと思いますが、原子炉のスタートアップは前回やったので、今回は尺にも都合があるので、状況が伝わる程度にダイジェスト版でお送りさせていただきます。おっしゃー核分裂開始じゃー。一次ループ動かしてなかった。Warning, danger alarm. デンジャーアラーム？ The reactor core coolant has started to circulate. 警告パネルはどこも点灯してないな。なんだ？あれ？アラーム止まった？一次ループ動かさずに原子炉アクティブにすると怒られるのか。二次ループの有速表示フォントまだ直ってないやんけ。なにこれ、一生このまま？メンテナンスだけでは治らない系の障害？ひょっとしてポンプの買い替えが必要？どうやらタービンのメンテナンスも終わったようですね。変圧器はキャパシティ 8500kW に戻りましたね。一旦、スタートアップ操作としてはこんなもんでしょうかね。13時半頃始めて15時か。
もう少し慣れたら早くなるかもしれませんが、まだ私の実力では1時間30分は見積もっておかないとですね。でオペレーションモードがシャットダウンのままだった。New operating mode established. Nominal mode. 二次ループのポンプを買い替えるにしても、原子炉完全停止しないでも機器入れ替えができるので、少なくとももう1系統欲しいところですよね。ポンプ、39,000円か。買えなくもないし、買っちゃいましょうか。もう1系統追加となると、今買った1次ループ用のポンプのほか、2次ループ用のポンプ、蒸気発生器、タービンが必要ですね。蒸気発生器は53,000円か。タービンは51,000円。合計18万ぐらいですか。2日目の運用成功報酬だけで賄えてしまいますね。ここで配送状況がわかるのかな？ペンディングオーダー。シッピングインストラクションとかシッピングアドバイスとかの貿易用語がちらつきますが、ここでは船積みではなく配送と訳せばいいのか？まあ、配送まではしばらく時間がかかりそうなので、今後の楽しみの一つとしておきましょうか。さて、そろそろ3日目が終了します。本日は初めて原子炉のシャットダウンと、フルメンテナンスを行いました。実際やってみたことで色々と分かったこともありますし、何よりこのゲームの完成度の高さに驚きました。他のゲームでは面倒で記述されないであろう部分も、原子炉運用シミュレーションであるからこそ、細かくパラメーターを持っていますし、一方で実物の原子炉の忠実なシミュレートではなく、ゲームバランスを優先させたとドキュメントに記載がありますので、ゲームとして成立しているのが面白いですね。ゲームと現実の話の延長線上の余談ではありますが、原子炉は大体のスペックは実は決まっていたりします。例えばこの表では一次冷却剤の出口温度がいずれも320度ぐらいになっています。炉心温度も少なくとも320度以上はあるのですが、このゲームで320度で炉心運転すると、私のやり方がまずいのか、制御棒が壊れてしまったり、温度が高すぎると警告が出るイメージがあります。結構頻繁にアップデートされているゲームなので、実は問題がない温度だったりするかもしれません。いつかお試しで実物に近い温度で運用してみてもいいですね。その結果事故が起きたとしても、それはそれでまたシミュレーションゲームの話なので、誰にも怒られませんし、違法性は全くない。そして今回は設備投資を行いましたので、今後機器の到着が楽しみですね。多分初期セットアップのオペレーションについて、どうしたらいいか考える必要がありそうですし、何より運用の幅が広がるのがいいですよね。系統が増えた時にどのような運用が良いのか、考える楽しさがあります。今回の動画では1本で2日分なので、少し長めになってしまいましたが、今後も適当に緩くやっていきたい次第ではありますので、引き続きよろしくお願いいたします。